24この店を通してたぬきの良さが伝わればいいなと。お願いします。美味しい。今年24です。お店始めた時は23だったんですけど、兄弟子が30代なんですけど、それでも若いに入るんで、でもやるなら早いうちがいいかなと思って、吸収できるなと思って、お店を出すのを決めていて、どこで使用しようかなっていうのも香川で食べてもいろんなとこ巡ってうどん巡りしてみたいな、自分に合うなって思ったのが渡辺うどん。その1回食べに行ってまた次の日帰る前に食べに行って、その時にちょっとここで働かせてくださいみたいな。
チッとした中の粘りが讃岐でいうコシ。ただ10年前とかもっと前はもしかしたらもうちょっと硬かったかもしれないんですけど、最近はそれが讃岐のコシですね。やっぱ流行の最先端というか、香川県は讃岐っていうのをちょっと浸透、この店を通して讃岐の良さが伝わればいいなと、香川の良さとこっちの良さを合わせたお店作りを頑張ってますね。香川のかけだしって大体いりこが強いんで、ただ癖が強いんで、万人受けって言ったらやっぱかつおなんで、かつおベースのお出汁にしてます。
春だしを作ってます。育ちが横浜なので、横浜に出すってまず決めていて、元町って結構本物にこだわるそういう町で本場の讃岐の味を楽しんでもらえたらなって思って、大体2年ぐらい修行してきました。それまでは香川って行ったことなかったんですか？全くないですね。お店の雰囲気がすっごい好きで、師匠のお母さんがもうあったかい感じがして、万人受けする麺っていうのを自分は作りたくって、で結構理想な麺に巡り合って、その場でちょっと修行させてくださいって。その場で行ったんですか？そうですね、その場でちょっと声をかけて。お店を作ってくれた方が壁に大きく山を作りたいって言ってて、そのデザイナーさんのこだわりですね。その一番でかい山が讃岐富士飯野山っていう山をテーマにして作ってる
感じですね。出されるのでお気をつけください。同時がつまずいちゃうからね。
牛なんですけど、香川のブランドのオリーブ牛っていう牛ですね。オリーブの果実をすりつぶしたのを食べて育った牛ですね。もう一つすぐお待ちいたします。熱いのでお気をつけください。ごゆっくりどうぞ。美味しいですか？値段嘘つかない。食べてごらん、美味しいよ。美味しい。すごいなんか食感めっちゃいい。あれがないから、あんまりいっぱい買っちゃうと。今日たまたま社内でこの話が出て4人で来ました。うちの社員がね、はい。ここはうどんも美味しいんだけど店長が売りだって。ありがとうございます。ぜひまたお待ちしております。
いします。盛り上げて。あげていいんだよね。はい。ありがとうございます。
ありがとうございます。ありがとうございます。またお待ちしております。ありがとうございます。またお待ちしております。お願いします。お待たせいたしました。天盛りかけでございます。お熱いのでお気をつけください。本格的な店が開店したってちょっと来たんですけれど、最初オリーブ牛を食べて美味しかったんですけれど、牛が印象に残ったので、その後ちょっとうどんだけを味わいたいということでかけを食べに来て、でその後ちょっといくつか鶏天ぶっかけとか頼んで、鶏天自体もしっとりしてて結構味が染みてるので全体的に美味しいと思いますね。お待たせいたしました。天盛りかけうどんでございます。熱いのでお気をつけください。こちら七味もあるのでよかったらご利用ください。いかがですか？美味しい。うどんの味もいいし、手打ちでコシもあったし、盛り合わせのバランスも天ぷらも美味しくて、私的には非常に満足。次回はちょっと嫁さん連れてこようかなと。
お待たせいたしました。鶏しそポン酢でございます。こちらお好みでお入れください。失礼いたします。どうぞ。休みがそうですよね、平日。ちょっと待ってくださいね。はい、かしこまりました。うちもあちらスマホ読み取りでお願いします。はい、ありがとうございます。はい、お待たせいたしました。炙りオリーブ牛温玉肉うどんでございます。熱いので気をつけてください。こちら七味もあるのでよかったらご利用ください。今日は僕家庭の1。1で。はい。お待たせしました。
お気をつけください。ありがとうございます。またお待ちしております。お待たせいたしました。天盛りぶっかけうどんでございます。とっくりのお出汁をかけてお召し上がりください。